いうのパッケージ基盤っていうのが世の中に溢れてますけど、もともとのベースは、我々の前身のチームが開発したもの。いろんな製品にやっぱりどう組み込んでいくかっていうところがすごく重要だと思うし、そこが多分我々の強みだと思うんですよね。ビルドアップソースを増やすのか、またファインピッチをもっと頑張ってほしいとか、大きいパッケージが欲しいっていうような世の中の声にいち早く応えられるようにできているっていうのが FICT の強みなのかな。営業本部の、第3営業部の、臼井と申します。担当の方はですね、プローブカードの方へメインでやらせていただいております。私は中途組なんですけども、やはり私がこの会社入ってやっぱやりたいことっていうのが、今の FICT にはありましたので、そういったところに、期待と魅力を感じて入ってきました。はい、テクノロジー本部、半導体基盤商品開発の福井と申します。普段長野の方で基盤の開発とか、あと、お客さんとの打ち合わせとかに参加したりとかっていうことをメインでやらせてもらってます。営業本部第一営業部に所属しております岡田と申します。現在は海外パッケージビジネスを担当しております。メーカーの海外営業というのをずっとやってみたくて、お客様と英語で、時にはもちろん日本語で話しながら、自分の会社の技術などを伝えていけるっていう仕事にとても魅力を感じていたので入社を決めました。営業本部第一営業部冠城です。よろしくお願いします。担当は海外ビジネスということで、私富士通からなんですけれども、海外というか英語を使うような仕事をしたいっていうようなところがあって移動して、結構充実した人生が送れてるんじゃないかと思ってよかったと思ってます。今日はFICT の魅力についてもっと知りたいなと思っております。で先輩方にお話を伺ってみようと思います。では、臼井さん今ちょっと持ってらっしゃる基盤が思い出の基盤ということでお伺いしているんですけれども、その基盤について何かエピソードなどあれば教えていただけますか？はい、この基盤はですね、私が入社してからずっと取り扱っている、プローブカードの、MLO っていう基盤になっています。この基盤なんで思い出深いかっていうと、もともとこの MLO のその市場っていうのは最初から我々の中に存在していたんじゃなくて、どちらかというとその新規開拓をしていくっていう形のビジネスでした。でもともとこの市場っていうのはMLC って言われているそのセラミックの基盤っていうのが主流で、動いてたビジネスになっています。もともとそのセラミックっていうのはやっぱプローブカードに当時はやっぱ一番適してたんですね。でやはりそのセラミックっていうのが当たり前になってずっと使ってきたところに、この市場っていうのは多分非常に大きいので魅力的だってことで、やってきたんですけども、やはりその半導体のその製造のそのやはり成長に合わせてさまざまなそのこのプローブカードに要求されるところっていうのがやっぱ増えてきてですね、で特にその半導体の市場っていうのはスピードがかなり重要視されるところですので、そういったその MLC の市場っていうのを攻略していくためには、スピードっていうのにちょっと注力をして、MLO の方の開発製造っていうのを、やってもらったといったところになっています。MLO をMLC と変わって売っていこうという時に何か難しかったこと障害になったこととかってありましたか？そうですね、やはりお客さんってMLC をやっぱり使い慣れてしまってるっていうところなんですよね。やっぱ人ってこの分野に限らずですけども使い慣れているものを新しいものに変えるっていうのはすごくやっぱ勇気がいるし、すごくリスクもあるんですよね。だからやっぱりそこを攻略していこうとするとやはりまず一つはそのマインドっていうのをやっぱ変えていかなきゃいけないっていうところで、そこに対してやはりその国内だけじゃなく海外のお客さんに何回も足を運んでやはりいろいろそのアピールしていった、提案活動を続けていったってところがやっぱり一番大きいところかなと思っています。
それってなんか開発の観点からこういうところ改善していったとの結果営業に自信を持って売ってもらうことができるようになったとか、そういうことって何か福井さんありますか？そうですね、まずは営業さんの方にお客さんのニーズどういうのがあるのかっていうのをまずキャッチしてきていただいて、それに合わせた開発を行うっていうのが基本になっていると思います。特にやっぱりうちの得意とするところ、多層化っていうところの、するのも割と簡単ではなくて、結構その信頼性に影響があったりとか、そういったところの課題を少しずつクリアしていくっていうのが、結構大変だったところではありますね。臼井さん始めた頃って最初ビルド何層ぐらいだったんでしたっけ？あの時はパッケージがやっぱり主流だったので、パッケージの技術を使ってやったんで、4段3段とか4段ビルドが一番FICT の中で一番最大のビルドアップソースだったんですか。パッケージで4から5段っていうぐらいだったかな。そうなんでそれでさっきのスピードの話でいくと、4段から5段の製品っていうものをその当時やってたパッケージ基盤のお客さんでいけば、最初なんか数ヶ月かかってやってたようなビジネスを、だんだんその MLO を始める頃でもまだそうだな、1ヶ月4週間程度のリードタイムでお客さんに納入してたような。私が入った頃はもう14段とかを積んでるイメージが強かったので、すごくなんでしょう、製品として製品自体も大きくなったのだなっていうのを今実感しています。それって福井さんってそのあたり関わってましたかね？多段化していくっていうところで、パッケージでも MLO でも。そうですね、割と14段ぐらいまではすんなりいけてたイメージなんですけど、私見てた感じでは、そこの次のステップ15、16っていう時にちょっとそろそろ材料の見直しとかが必要だねっていうところもあって、ぶっちゃけた話するとさっきも言いましたけど、接続の信頼性とかっていうところがやっぱり難しくなってくる。スタックアップがこう増えていくと、縦方向の伸び縮みの量が大きくなっていくので、それに耐えられるストレスに耐えられるような、材料だったり、構造だったりっていうのを少し改良しなきゃいけないっていうところがあって、そこがちょっと技術的なブレイクスルーがあったかなと思います。そうだったんですね。ただ今はもう16段っていうのも製品化して、今でもお客さんにもうかなり一般的な商品になってますか？そうね、16っていうところでは。ただ割合はまだまだこれから伸びていくんだろうなっていう、伸びつつあるっていうところで、ただその16もやりつつお客様の要求っていうのはまた高まっていって、18が欲しいとか20が欲しいとかっていうようなところの話っていうのが来ているので、それに対してまた引き続きじゃあ、14から16みたいな大変さが次どこにあるのか、スルッといくのかいかないのかみたいなところも含めてまたやっていただいてるところですよね。ちなみにうちお客さん結構たくさんいらっしゃるじゃないですか。こんなこと今ここで聞くかどうかあれなんですけど、割と同じ方向を向いてるんですかね。ビルドアップソースを増やすのか、またファインピッチをもっと頑張ってほしいとか。なんか大枠では同じような方向を向いてるのかなと思うけど、その向いてる先の到達の目標のタイミングにちょっとズレがあったりとか、でもよりなんていうんですか、密度の方に行くケース、段数の方に行くケースもあれば、もっとファインって言ってくるお客さんもいればっていうところはあるけど、全体的には同じような方向を向いてるのかなというふうには思ってるけど、半導体メーカーがどこを選んでるのかっていうところにもよるよね。だから韓国のメーカーとやっぱ台湾のメーカーだと、世界的にはこの2つが一番大きいんだけども、やはりその中でやはり、韓国選んだら例えば、収納能力が必要ですよ、だからビルドアップの段数が必要ですよってなったり、台湾の方を選んだらば実装技術がどんどんやっぱファイン化していってるので強ピッチが必要ですよとか、だからそれに合わせてやっぱり製品開発って当然必要だし、我々もそういったところへお客さんにインプットしつつ、工場側にもインプットして、本当にスピードあるやっぱり活動ってやっぱしていくのが一番重要だよね。そういうその密度とかファインだとかっていう進展の他に、あともう一つ今はパワーとかっていう話も出てきてるので、そこの3つかなと思うんだよね、狙うところは。そこはやりたい。で特にパワーのところは
FICT ってこう割と同じこうある決まった技術をガーってやるのはすごく得意なんだけど、そこにバリエーションを持たせるのが得意かというと微妙にこう、ね、スイートスポットがこう狭かったりするので、パワーは少しスイートスポットを広げるようなこうなんていうの技術開発が必要になるよね。意外と難しいんですよね、数字だけ見るといけんじゃないってちょっと思ったりするんですけど、案外よくよく考えてみると、半導体の世界って本当にいろんなものがやっぱ必要なんですよ。やっぱそうですよね。だからFICT ってね、富士通のとこからやっぱり技術開発ってすごく得意でしょ。やっぱ開発の富士通ってやっぱ言われてたぐらいの会社の前身にあるわけだから、やっぱりそういったその技術開発っていうところのやはりそのアルシスであったり、その先にあるものであったりっていうところをね、いろいろやっぱり盛り込んで、そこはプローブカードのその MLO だったり、いろんな製品にやっぱりどう組み込んでいくかっていうところがすごく重要だと思うし、そこが多分我々の強みだと思うんですよね。だから当然そういったところがやっぱり評価されてきたから、プローブカードっていうビジネスが今にあるわけなので、そういったところをただ技術開発そのものっていうのに満足してしまうと、やっぱりどうしても飽きられてしまうので、常に新しいものを開発しながら、どういったところでどういったタイミングでそういったものを織り込んでいくかっていうのをすごく考えながら一緒にやっぱり開発とですね、開発とっていうかその工場とやっぱり一緒にやっていくっていうのがすごくいい方向になるんじゃないかなと思ってます。でこちら私が今担当しているラージパッケージの基盤になるんですけれども、もともとこのパッケージ基盤ってもっと昔は小さかったりとか、もっと別のお客さんに紹介してたりとかしたっていう話を伺ったんですけれども、その時のお話ってちょっと冠城さんに伺いたいです。もともとこういうビルドアップの基盤、ここにもちょっと一つ持ってきてますけど、これもうちょっと小さい、でもこれもやっぱり大きい方ですよね。で私が主にこのパッケージ基盤をやってた頃、担当としてやってた頃ってもっと小さくて、これの4分の1ぐらいのサイズのものがいっぱい流れてるような。で総数でいくと、さっきの MLO の話でいくと14層とか16層とかっていうのをいっぱい積みますよって言ってたのが2とか3とか4とかっていう、そういう1桁前半、頑張っても5ぐらいまで、それも後半ですね。私がやって何年も経ってからやっと5ぐらいにいったような、サイズもこれが80ぐらいあるのかな、80ミリぐらいがねあるけれども、その当時のお客さんは一番小さいもので27ミリ、3センチぐらいですよね、から4センチ5ミリ45ミリぐらいが一番大きくて、でもそれは大きいのあんまり出なくて、大きいの使いづらいみたいな、そういう感じだったので、そういうふうに小さなものが割と多かったですね。そこからただ技術としては基本的な今のラージパッケージもそうだし MLO もそうなんだけれども、基本的な技術の構成、こういってやっていくんですよっていうコンセプトは同じなので、ここでやったことで、ここでパッケージの基盤がちゃんと作れて、お客様に出せて、信頼性がちゃんと持ってっていうそのベースがあって今があるっていうところで、MLO の方で大きいものっていうのの要求があって、大きいものが作れます、大きくてもいっぱい詰めますっていうのをやったところから、大きい基盤パッケージでも作れるんじゃないって、大きいパッケージが欲しいっていうような世の中の声に応えられるんじゃないかっていうところで、いち早く応えられるようにできているっていうのが FICT の強みなのかなと。で今ではなんていうんですか、この材料ってこういったパッケージ基盤、有機のパッケージ基盤っていうのは世の中に溢れてますけど、もともとのベースは富士通の、我々の前身のチームが開発したものと聞いてます。ちなみにパッケージ基盤を海外、主に海外に、営業していくにあたって、これはもともとは新技術という形になっていたんですかね。それとももともとある技術でそれをFICT の製品として売り出していくという形にだったんですか。有機のパッケージ基盤っていうのはさっきの MLC、MLO の話とやっぱり近いところがあって、セラミックでパッケージっていうのはやっぱり存在していて、で有機のパッケージが出てきましたっていう、やっぱりそういう流れだったりはするので、そこは同じで、でも全体的に世の中が有機に動いていくっていう中で、この形ではない有機の基盤っていうのもやっぱりあって、それを富士通でもやっていたんだけれども、それだと限界がいろいろあって、でここの技術を開発してこっちに移ってきたと。
でそこでビジネスを伸ばしたっていうところが今のその FICT の長野工場の基礎を作ってるっていうところかな。そうだったんですね。パッケージビジネスだと大変なのはやっぱ品質ですよね。うどまり、やっぱり品質改善っていうところからやっぱりやり始めたので、さっきの MLO の話にも結構似てるんですけど、どういうメカニズムで不良が発生するのか、今回この場合はあれですね、すぐ検出可能なやつ、信頼性とかっていう話ではなくて、はい、もう最終検査の段階で、丸×が判定されちゃうようなものの、改善っていうのを主にやってたんですけど、やっぱり工場ってこう異物との戦いが多いんですよね。はい、でそれの発生源とかそういうところの突き止めとかっていうところのがやっぱりすごい地道な活動っていうのが多くて結構大変だったような記憶がありますね。ちなみにパッケージ基板っていうのも、最初は2段とか3段とかでしたっけ、っていうところから、どんどん段数を上げていってっていうところがあったと思うんですけれども、それは何かお客さんからまた要求があって増やしていったっていうところなんですか？そうだね、例えば4段とか5段とかっていうところの話だとお客様が設計されていて、その設計をするにあたって今の2段とか3段ではちょっと足りないと。でどうしてもその5段ないと作れないっていうようなことになってくる、今後例えば今の世代はいいけれども来年出すものは5段必要なんだよっていうような話をもらって、じゃあそこに持っていくために開発部門と相談をして、その時って5段の話が営業から、おそらく営業から来ると思うんですけれども、営業から来た時って開発のところはどういう反応だったんですか？でも多分いずれ来るとみんな思ってたそうだったんですかので、ついに来たかぐらいの気持ちだと思うんですけど、そうだね、はい、当時私も長野にいたので、割と近くでお客さんの話もしながら、なんか毎週電話会議をやってこうやってくれとかああやってくれとかっていうのを対応しながらやってましたね。その時もパッケージ基板だとそのさっきの要求信頼度って福井君が言ってたけど、それを評価しなきゃいけないので、作るのはそこそこ早く作れてもその後の評価がすごい時間がかかったりとかするので、なかなかね検証が大変だったんじゃないかなと。お客さんが言ってることの細かさっていうか言われることの細かさが結構違ったりする印象はあるけど、そこはどう考えてる？パッケージのお客さんって割と細かいところ、そうですね、同じものをどうこれどうこれどうって聞いてくるよね。そうですね、同じものをたくさん作る関係で、向こうも多分心配っていうか、クリアしていこうかなっていう意図もあるんでしょうけど、要求されている項目、基盤そのものに関するものもあれば、ちょっとうちのなんていうんですか、品質システム的なものに関するものもあるので、お客さんの要求って言ったらパッケージのお客さんの方が多分強いですね。強いって言い方でいいのかな。はい。使われてるあれが違うからね。そうですよね。片方はやっぱりテストするためのジグのコードだし、片方はシステム LSI が乗っかって部品として成り立っているから、やっぱりそれは当然要求値が違うし、そうですね。スモールパッケージとラージパッケージってやっぱり全然難しさ違う？全然違いますね。やっぱ面積の影響ってかなり大きいなと私は思ってます。はい。異物乗っかる確率の問題なのかと思うんですけども。やっぱりパッケージって MLO と違って MLO って多分枚数が少ないから、例えばパネルの中で1枚2枚取れればいいよねっていう世界だと思うんだよね。そうパッケージってやっぱり違うよね。いかにその数多くパネルから何枚納品取るかっていう技術開発ってすごく重要だよね。そうですね、結構いっぱいいっぱい使いたいっていうのは、みんな考えることだと思うんですけど、っていうとやっぱり端っこに近いところの品質と真ん中に近いところの品質って違ったりするんですよ。あとロケーションがある不良とかがあったりとかで、そういう面で言うとやっぱり MLO は1枚2枚取ればいいものっていうのが結構多くてなんですけど、パッケージはとにかく数を作らなきゃいけないといったところでやっぱり苦労する点っていうのは違うのかなと思ったりしますね。
そういう意味で言うとやっぱりその製造性ってところに対するやっぱり技術開発っていうのもやっぱりすごく重要で、そうですね。新しいものをやっぱり追っかけていくって開発と、製造性を上げていくって開発、はい、やっぱそこは2つやっぱ担ってるっていうのはやっぱりすごいところだよね。そうですね。そこが一番やっぱ苦労するところですね。はい。じゃあ FICT と、もちろんビジネスのこれからを考えた時に未来に向かって FICT はどうなっていきたいか、どういうものをお客様に提案していきたいかっていうところ、そういうところの、夢とかありましたらちょっと教えていただきたいなと思っています。水さんいかがですか？そうですね、プロブカード MLO ってビルドアップ段数とかサイズとかっていうのを先ほどその半導体のその成長に合わせて、進化してきたっていう、そういう開発をしてきてもらったっていうのがありますけども、やっぱりこの状況の中で、半導体っていうのはまだまだ当然進化していくわけですよね。だからやっぱり我々がそのビジネスにやっぱ関わっていくためには我々もやはりそういうふうに追従できるようにやっぱり進化していかなきゃいけないっていうところになると思うんですよ。我々がさらにその得意としてやっぱりその技術開発の中には、例えばその FR シスとか、あと最近その FR シスの発展系の中で GR シスと言われているそのガラスのその貼り合わせ技術とかですね、そういったところもありますので、そういったところの融合であったり、はたまたその例えばセラミック基板に使われているようなその薄膜技術っていうのも、その有機の我々の MLO の方に取り込みながら、その半導体のその進化に要は半導体メーカーから要は指名されるようなぐらいにですね、やっぱり未来っていうのが描けていければいいかなと思っています。なるほど、そうですね。半導体が実際に使われる、私たちの身近なところでいうと、例えばスマートフォンなどのデバイスなども考えても、スマートフォン自体がどんどん進化していく、もっといろんな機能が使える、もっといろんな、なんでしょう、カメラの機能が大きくなったりっていうことを考えると、半導体自体がもっと良くなっていかないといけないというところがあると思うんですけれども、そこを支えていけるように FICT で、そうですね、はい、そうですね。大げさに言うと我々の技術があるから半導体の開発が進むんだっていうぐらいのつもりで捉えていけばいいんじゃないかなと思います。世の中に存在してないものをやっぱり我々のその技術開発の中でやっぱ作って周りのその市場成長っていうのをやっぱり促していくっていうのが、大げさに言えばそういった形になりますけど、そういったところができていければ明るい未来っていうのはやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。では最後に冠城さんはいかがですか？そうですね、仕事が営業なので売るっていうことでいっぱいね彼らが作ったものっていうものをこう紹介してお客様に気に入ってもらって、でそれを売っていくっていうのはもちろんこれからも続けていくわけですけど、今FICT っていう会社になってで、これができるんだよあれができるんだよっていう紹介をしてるけれども、じゃあなんていうんですか、会社の知名度みたいなのをもっと上げていけるように、その開発の皆さんだったりとか工場の皆さんだったりとか営業のチームのみんなで世界に打って出るっていうようなことをやっていけたらいいかなというふうに個人的には思ってます。だからそこをどういうふうに助けていけるか、会社のプレゼンスみたいなものを上げて、そうすると中にいる人間っていうのもね、中にいる人たちが結構プライドを持って業務に当たって、でさらにより良い会社になっていける、より良いものを開発してまたお客さんに気に入ってもらってっていういい効果が生まれていくっていうふうに考えてるんだけれども、岡田さんはどういうふうに考えてますか？そうですね、私も冠城さんの話を聞いてすごくそれは素敵なことだなというふうに思っています。私自身も FICT でこんなことを今やっているんだな、例えば先臼井さんから話していただいた、新しい技術のことなどもまだまだ知らないことたくさんあるので、そこについても自分自身ももっと理解を深めていってお客様に自信を持って FICT を進めていけたらいいなというふうに考えています。はい、今日は先輩方の話聞けてもう私自身とても勉強になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、期待してるんで